はい、いつもお世話になっております。三つべチャンネルです。はい、今日はこちらの制作をやっていこうと思います。もうこれ完成しているんですけれども、自作の木製椅ですね。この工程を取っていきましたので、今から見ていきましょう。
はい、ということで自作の木製の巣が完成しましたね。はい、こちらが現物なんですけれども、こんな感じな仕上がりになっています。はい。で、木製巣なんですけれども、自作するとなると普通はね、木を削って穴を開けて、それで巣を作るっていう、そんな工程を組むんですけれども、結構その工程が大変なんですよね。ですので自分も今まで作ってこなかったんですが、やり方をちょっと変えてみて、もともとこういう丸い穴がくり抜かれている商品がありましたので、これを使って巣を作ってみるっていう、そんなアイデアでやってみたんですね。で、この巣の特徴を簡単にご説明させていただきますと、こんな感じで自立するようなものになってて、で巣のね一個一個もこんな感じで動かすことができるんですね。だからこうやってまっすぐにすることもできるし、ちょっとね斜めにさせてこんな感じでちょっとアートっぽく飾ることもできるかと思います。で、あとは正方形のものと長方形のものと2種類ありましたので、これも組み合わせていますね。はい。で、裏表があるんですけれども、両方ともこんな感じで、これ特注のアクリルの板ですね。これを買って、で穴を開けて、で蓋をしたっていう、ただそれだけなんですけれども、かなりシンプルな構造になっていると思います。はい。で、ここでのね巣の最大の特徴はこうやってよいしょ一個一個ね、これは既存であった巣なんですけれども、これを今回使ってるんですが、一個一個外すことができます。1個目2個目よいしょで3個目で4つ目ですね。こんな感じで一個一個キューブ状になってますので、これ言ってしまうとですね、これを1個作っていけばどんどんと積み重ねることができるので、基本的には無限に増える飼育ケースになります。ですのでアリって最初はね本当に数匹でかなりコンパクトに飼育できるんですけれども、 2,3 年 4,5 年経ってくるともう数千匹になってしまうこともありますので、そういった時にも一応対応できるような巣にはしております。はい。で、こんな感じで一つ一つをねよいしょはめていけば、もうそこまで緩くないので普通にこのまんま接着せず使うことができます。はい。どんどん積み重ねていってね、こんな感じですね。はい。で、この上にもう一個つければどんどん重ねられるっていう感じですね。で、これも上だけじゃなくて、横に伸ばしていけばこういう風に2列にすることもできるし、さらにですね、こっちに側面に穴を開ければこうやって横向きにしてここから上に立てることもできるので、ものすごいもうアリマンションみたいな感じに飼育することもできるようになってます。はい。そういったところも魅力的ですね。はい。これね本当に販売できそうなクオリティだと思います。ちょっと単価が高いのでかなり高くなっちゃうかもしれないですけどね。はい。そんな感じです。で、今回作ったねケースがこういう立方体の四角形の巣になりますので、餌場もねなるべく立方体のものの方が見栄えがいいかなと思ってこれを上につけてます。はい。これはアイデア次第ですね。あまりいいものが他になかったので、ちょっと上がでかくて、頭でっかちになっちゃって見栄えが微妙かなとも思ったんですけれども、意外とそこまで悪くないかなとも思いますので、そんな感じです。で、今日はとりあえずこれで終わりですけれども、この中に入れるアリも実は用意してまして、一応ね草オオアリっていうアリが今いますので、これを次回入れていこうと思います。はい。どんな感じでね引っ越ししてくれるか楽しみですけれども、草オオアリもこういう木製の巣を好むと思いますので、多分いい感じで引っ越してくれると思いますが、ちょっとそれも楽しみにお待ちいただければと思います。てな感じで今回はこの動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。